からさ、パラグアイの学校の話が気になったんだけど。学校に家族写真のランプまであるのね。思い出が形になってるわ。じゃあ今日はそのランプがどう光るのか見るのだ。日本パラグアイ学院は2001年に設立された学校なのだ。幼稚園から高校までの一貫教育ね。小学校から高校まで同じ学校で進める感じじゃん。スペイン語に加えて日本語も必修になっているのだ。授業を2つの言葉で受けるって頭の切り替えが大変そうね。でも両方使えたら文化祭の発表も幅が広がりそう。秋篠宮様は2006年の訪問以来交流を続けているのだ。一度きりの訪問で終わらず、生徒が来日した時もあっているのね。学校の先輩がずっと見に来てくれるみたいで嬉しいじゃん。今回は園児が手話を使った日本語の歌を披露したのだ。高校生は 3D プリンターでランプを組み立てたのね。僕ならずんだ餅型のランプを作るのだ。光る餅は少し怖いけれど発想は悪くないわ。かわいいじゃん。交流が続く理由も伝わるよね。日系人に限らず受け入れ、次の世代を育てているのだ。こういう学校が地域の橋みたいになるんだね。交流って式典だけじゃなく授業にも残るものなのね。みんなは外国の友達と学ぶなら何を一緒にしたいかしら。アーシなら言葉が違ってもできる工作がいいな。次はカナダとアメリカの関税をめぐるニュースなのだ。アメリカはカナダの車などへの追加関税を 50% にするのだ。関税は輸入品にかかる税金よ。最後は値段に乗りやすいわ。車の部品が高くなったら完成した車にも響きそうじゃん。しかも自動車だけじゃなくトラックや鉄鋼製品も対象なのだ。 50% って半分を税金で足すように聞こえるわね。それ部活の遠征費がいきなり倍近くになる感じできつい。ずいぶん身近な財布への攻撃ね。私には余裕がないのよ。アメリカとカナダは貿易協議がまとまらなかったのだ。貿易協定の条件をめぐって意見がぶつかったのね。カナダもアメリカの鉄鋼製品に対抗関税をかける予定だよね。対抗関税は関税に関税で返す作戦なのだ。作戦というより値上げの投げ合いになりかねないわ。このまま進んだら日系メーカーの車も影響を受けるの？カナダで作る車や部品の流れが変わる可能性はあるわね。来年1月の引き上げで企業の対応が焦点になるのだ。みんなは車の値段まで上がったら買う時期をずらす？私ならまず中古車や維持費まで比べるわ。続いては除染土の再生利用が広がるニュースなのだ。さいたま市と仙台市の合同庁舎で実施する方向なのだ。除染土って事故後の除染で取り除かれた土のことね。つまり置いておくだけじゃなく使う道を考えてるんだ。除染は放射性物質を取り除いて環境をきれいにする作業なのだ。福島県内の中間貯蔵施設で保管されてきたのね。中間貯蔵って最終処分までの一時的な保管場所ってこと？そう、法律では2045年3月までに県外で最終処分する予定よ。政府は濃度の低い土を公共工事の盛り土などに使う方針なのだ。家の庭でいきなり使う話じゃなく国の施設で進めるんだね。東京都以外では初めてになる点も大きいわ。使う土は放射性セシウムが基準以下のものなのだ。上には通常の土をかぶせ飛び散りにくくするのね。数字だけじゃなくどこでどう管理するかが気になるじゃん。埼玉と仙台で住民への説明がどう行われるかも大事なのだ。発表後は使用場所や管理方法を確認したいところね。みんなも再生利用で一番知りたいと思って何かな？安全基準だけでなく説明が納得できるかも重要よ。ここからは関税の意外な仕組みを話すのだ。関税を払うのは基本的に輸入する人なのだ。輸出する国がそのまま払うわけじゃないんだね。企業が払った関税コストは商品の価格に乗ることがあるのだ。だから遠い国の税金でも買い物に影響するのね。先進国では積税収入では国の収入の 5% 以下が普通なのだ。思ったより国の収入全体では大きくないんだ。
一方で途上国では大切な収入源になる国もあるのだ。同じ関税でも国によって役割が違うのね。値段だけじゃなく、国の事情まで関わるんだね。今日は学校、車、土の話まで幅広かったわね。概要欄にも記事のリンクがあるから、気になるシーンは見てね。コメントで気になったニュースを教えてほしいのだ。それでは次回まで元気に過ごしなさいね。「